二人で真夜中に鍋できるなんて。同じ店で会え運命と確信。会社はなんて言った。映像だけじゃわからない。短期契約なら君のおかげ。今は失業中もっと調べろ。先に人を見つけるとうなずく。名前も名字もわからない。電話番号もないと首振る。2年のネット恋愛で。LINE だけ他は聞いてない。彼は地元で昨夜の鍋屋。遠くないはず昨夜を思い出し。適当な店で彼に会え。思わず笑みがこぼれた。わかった探させるわ。ありがとう大好きと甘える。仕方ないが表だって探せず。バレたら火に油と注意。額をつついて注意した。田中翔は退屈な日々。履歴書は沈んだまま憂鬱。ゆっくり休んでから働く。2日で落ち着かぬ貧乏症。無収入で不安になる。暇でゲームを開いた。彼女が帰って峡谷行かず。ゲームに入ると白景から。メッセージが来ていた。見る勇気がなかった。白景とはゲームから。ゲームで終わるのがいい。相手の言いたいこともわかる。知り合った当時白景は。仕事がうまくいかず。自分も暇だった。やがて親しくなり CP。ネット恋愛に発展した。すべて自然で当たり前。その後彼女は忙しく。ゲームはしなくなった。でも毎日 LINE で連絡。メッセージ画面を見て。悩みや張り見なかった。ゲーム終了しうつろなめ。仕事を探して牛馬になる。座して食べるだけ寝ると。余計なことを考える。配達帰りに疲れて帰る。雨がっぱを脱ぎ天気口。ノックの音がする。怪しみながら開けると。スーツの男性2人。配達帰りを見て顔を見合う。お嬢様がこの男と。田中翔さんですね。穏やかに尋ねうなずく。2人は微笑んだ。クレカのものです話が。クレカ雪村移りと驚く。50万返せに来たか。50万ごと聞きにするか。利子だけでもっと多い。3日で何千万も動いた。心臓に悪かった。黙って中に入り。書類を机に置く。これが契約書です。サインをお願いします。契約書と眉を潜め。書類に目を通した。関係を漏らさず。連絡も一切取らない。保証金500万。いくら説明に。田中翔はまだぼんやり。500万と聞き驚いた。不満ならさらに。1000万も可能。不満と5回芝居を提示。田中翔は呆然。500万どころか500円でも。雪村移りから逃げる。今やっとわかった。誤解されてる。この幸運が来た。外の雨を見て。感激で涙が溢れる。数日配達で天がいらえた。涙を拭き中年を。神様のように見る。考えただけで興奮。こんな金があれば。豪邸に高級車。田中翔は無双。大金持ちになっても。道徳が保てるか。女の子を呼び人生語る。大喜びを見て軽蔑。表に出さない。やはり金目当て。ここにサイン。隠し条項なし。交際を秘密にする。サインしようとしたとき。外からヒールの音。雨音もかき消せず。彼女が颯爽と入る。後ろに克服4人。お嬢様どうして。震え上がった。無視して入るなり。目を向けた。理解が追いつかず。ペン先が髪に触れた。青ざめた彼女を見た。数日ぶりでこの姿。配達服を軽蔑。何しに来たヤクザマネ。狭い部屋に大人数。誰も見なかったが。見られたら変な噂。他でやれと無視。契約書に目を留める。手に取り一目で破る。何すんだと叫び。破片を拾おうとする。二人は立ちすくむ。無言で二人を睨む。怒りで彼女を睨む。二人の勝手に怒る。金を奪われ怒る。侮辱だけか。冷たく問う。冷たい視線に震え。一歩下がった。
何侮辱。これが侮辱。金くれるからサイン。破り捨てるのが侮辱。そっちが侮辱。言葉を聞けよ。冷たく一別したが。目に心配が混じる。歯がゆいが。屈強な男に文句言えぬ。命令でと震え。答えず外を指す。4人が道を作る。迷わず書類を抱え。逃げるように去る。おい待て有効か。いつ金くれる。電話番号を残せ。俺から行くから。慌てて追いかけた。傘もささず車に。走り去った。怨念店に届く。人の金奪うは殺人。通りすがりの犬も。殴るほど怒ってた。父がそうでごめん。肩を軽く叩く。いや彼の言う通り。泣きそうだった。大金が水の泡。配達じゃ稼げぬ。ひどい目に遭わず済んだ。ごめんと。運命を狂わせた。知らない。胸が張り裂けそう。涙が浮かんだ。部屋に入りドアを閉める。この女は病気だ。書類を拾い上げる。人生初の大金を奪われ。宝くじ当たったのに。洗濯機でぐちゃぐちゃ。ドアを叩く音。無視してソファに。ぐったり倒れる。息が詰まる辛さ。ドアが開く。暗い顔で入る。鍵を持ってた。そんなに会いたくない。尋ねた白い目で。一別し何も言わず。大げさだよ彼女でも。嫌がらなくても。勝手に隣に座る。複雑な目で見る。父が探してると知り。急いで帰ってきた。この場面に遭遇。虐待と思い申し訳なく。契約書を握ってるのを見て。悟った。無視してソファで丸くなる。4人がいなければ。殴りたい。来るなら来るな。金がかかってる時に。言い争いもできず。うつむいて悲しむ。前に行った仕事。まだ欲しい。動かないので諦めた。喜ぶか無関心か。本当に興味なし。演技じゃない。少し興味を示す。朝9時から夕方5時。週休2日車保完備。長い足をテーブルに。冷静な声で。白い足に目が行く。慌ててスカートを押さえ。頬をあからめた。眉を潜める。信頼がない。985や211ばかり。専門卒で経験なし。話題を変えた。じゃあ言うなよ。白い目を向ける。給料は月2万まで。間を置いて続けた。聞いて立ち上がり驚く。どうしたと彼女は。給料不満かと思った。でも研修後は上がる。まだ呆然としてた。希望が消えまた明かり。何も言えなかった。本当に月2万なぜと。履歴書検定合ってる。失敗例の集まりだろ。反面教師にされる。履歴書検るのも辛い。1社目は1ヶ月で。社長が倒産自殺。2社目は数ヶ月で。社長が愛人と逃亡。その後転々と変え。やっと課長に出会い。ついて行ったのに。空から降ってきた。モモン星に切られた。経験は完全な悲劇だ。そんなこと言わず。配達よりはマシだ。よく考えて明日8時。8時は早すぎる。10時に面接でいい。彼女は慌てた様子で。立ち上がり帰ろうとした。田中翔はまだ呆然。1000万は魅力的だが。月2万でも十分だ。贅沢言うなと。彼女は急いで出て行った。翌朝9時に外へ出ると。パラメラが止まってた。見えないふりしたら。クラクションが鳴った。笑って近づいた。乗れよ返信もせず。今日はスーツ姿だ。スタイルが際立つ。そんなことないと。話の途中で消えるね。どれが怖かったか。教えて撤回する。冷たく言われた。その言葉に驚いた。まさか皮肉を言うとは。決めたかと催促され。一晩考えて。戻るのは犬も嫌う。でも俺はやる。
前に切られたが、今は頼まれてる。実力の証明だ。月2万で人生逆転。白文も夢じゃない。出国したんじゃないの。すぐ帰ってきたね。木の香りがした。こっちの会社が忙しくて。その理屈は無理がある。会社なんてどうでも。嘘を見抜いた。グループの中では、小さな存在だ。最初は家出みたいに。飛び込んだだけだ。やりがいがなくて。徐々に行かなくなった。ルールだけ作って。回るようになった。会社の前で別れた。一緒に行きたくなかった。噂されたくないと。エレベーターを出ると。課長が笑顔で立ってた。驚いた顔をしてた。久しぶりですね。これが契約書です。挨拶しようとしたら、白いスーツの美女が、微笑んで近づいてきた。最初から知ってた。面接じゃないのと。知り合いですかと。目の前の美女に、ぼんやり見惚れた。笑顔はプロだけど、温かくスタイルもいい。彼女がいなければ、この会社の顔だ。知ってますよ。ただ覚えてないだけ。面接ならいつでも。女妃は微笑んだ。周りの同僚は息を飲む。挨拶しようとしてたのに。こんなに高い評価とは。いつでもってなんだよ。自分に合わせるの。こんな美女知らないと。笑いながら見つめた。スタイルに見惚れた。想像が膨らんだ。秘書って最高だな。スタイル一番で。顔も性格もいい。笑顔が素晴らしい。彼女は無表情だけど。スペックは上だが。笑わないのが欠点。死んだ顔で誰にでも。金を貸してる顔だ。お忘れですねと。冷静に返された。目が悪かったです。今から知り合えば。手を差し出した。彼女は躊躇してた。後ろから換気がして。振り返ると彼女がいた。サインして仕事しろ。無視して契約書を指す。冷たく一別して去った。何も言わなかったが。周りは凍りついた。田中翔は気にしなかった。人の前では笑わないが。裏では共助だ。月2万週休2日。社保管理を思い出し。サインした。人事に連れて行かれた。廊下で特助の名札を見て。意味深に秘書を見た。何か問題ですか？人事でサインしたら。もう渡された。最初から決まってた。写真すら古いのを使い。名前だけ変えた。社長の匿名です。今日から特助です。よろしくと手を差し出す。後で気づき握手した。冷たいけど気持ちいい。秘書は嫌悪感を見せ。手を引っ込めた。じゃあ君は何をする？鼻を触って聞いた。自分の仕事をすると。案内しますと秘書は。長い足でオフィスへ。周りの視線を浴びながら。社長室の前に着いた。ノックして入ると。冷たい声で入れと。シンプルで明るい部屋。大きな窓の前に机。ソファと小さな机が。隅に置かれてた。そこがあなたの席。指さして秘書は去った。田中翔は呆然と立ち。彼女は書類を見てた。時々モニターも見て。忙しそうだった。何してるのと。一人でなんで広いとこに。大豪邸は誰でも欲しい。加山の方にあるよと。ぼんやり聞き返した。あの金持ちなら家を。買うのは服と同じだ。この女絶対に。マゾの木がある。台所どこ飯作れ。開放的な台所を指し。トイレに入っていった。スリッパに履き替え。やっと気づいた。飯を作らせる気か。社長買い取りにはなりません。今に立ちトイレから。出てきた彼女に真面目な顔。何が買い取りよと。意味がわからない様子。月2万で買うつもりか。嫌だプライドがある。真面目な様子に彼女は。思わず優しく笑った。冷たい目が柔らかく。なった。また変なこと考えたら。
ホームと話しますよ。冗談だよ冗談。場を和ませただけ。田中翔はすぐ謝った。冷蔵庫を開け中身に驚く。彼女が料理できるとは。3日間何もしてなかった。これから毎日帰って作れ。外食は嫌だと。ソファでスマホをもてあそる。家政婦を頼めよと。そんなに会いたくないか。その言葉に彼女は怒り。立ち上がり目が揺れた。悔しさと悲しみが。まさか毎日会いたい。怒った様子に昔の武勇伝を思い出し。ビクビクした。痛めつけられたくない。私のこと。一度も連絡しなかった。冷たく言われた。でもトーンは和らいだ。忙しくて遠慮した。必死に誠実を装う。月2万のためだ。心の中で悪態をつく。遠慮私から何度も。連絡したのに無視。腹が立ってきた。明らかに既読無視だ。生まれて初めての屈辱。時差があったんだよ。笑ってごまかす。ふざけるな時差なんて。いつもあったかと。腰に手を当て怒る。なぜか彼女は、彼に劣等感を感じる。悪かったすぐ返す。怒る様子に慌てて謝る。変な言い訳を考えられる。不満かに酔った父。病気の母貧しい家。もう何も言えなくなる。やっぱりやめとこう。お嬢様には感情提供だ。それしか能がない。お世辞は得意だ。台所で手際よく作り。一皿ずつ並べた。彼女は夢中で食べた。箸が止まらなかった。複雑な目で見つめた。聞きたいことがあるなら。高嶺の女神から。あのボロ部屋の姿に戻る。病院に行くべきだ。この美人の顔を見ながら。とても同一人物とは。どういう意味？箸を置いて聞く。明らかに食べ過ぎた。普段の一食分だ。豪邸をほっといて。ボロソファに寝るのは病気。マゾなんじゃないか。大会社も辞めて今の。会社を選ぶのも病気。病院変えた方がいい。ずっと聞きたかった。2時間サボったけど。電話の内容でわかった。欧米に事業を移してる。今の会社は取るに足らない。商売帝国を捨てて。警備隊長になるようなもの。頭がおかしいとしか。全身は発育したのに。脳みそだけ止まってる。うるさいわね好きでやってる。唇を噛みにらむ。金持ちは好きにやる。それで結構。そうだいい医者知ってる。紹介しようか。出て行け親切で。言いかけたとき。雑誌を投げつけられた。食後彼女はソファで。仕事の電話をしていた。田中翔は椅子で。スマホをもてあそってた。コーヒーをくれと。不意に言われ仕方なく。しぶしぶコーヒーを入れた。なんだと不満そうな。顔を見て彼女は。足を組み替えて。じっと見つめた。会社行かないのか。その妖艶な姿に。心臓が高鳴った。スタイルが絶品だ。想像が膨らむ。会社に行きたいの。意味深に見られ。冷たく聞かれた。州秘書に会いたいの。無言を嫌悪の目で。あの秘書のスタイルと。笑顔を思い浮かべる。州秘書が好きなの。よだれが出そうな顔に。彼女の顔が曇る。ネット恋愛の彼女は。話題を変えられた。男はみんな同じだ。下半身で考える。追い打ちをかける。笑顔でコーヒーを置く。説明する気もない。社内恋愛禁止州秘書は。君のタイプじゃない。思い上がるなと。セクハラしたら違約金。重くて払えない。真面目に注意された。社内はダメでも。社外はいい。セクハラじゃなく。両思いだ。素直にうなずく姿に。叱ろうとした彼女は。拍子抜けした。疑いの目で見つめる。いつもなら反論するのに。売春契約のせいだ。違約金は高すぎる。人の家風に立つ。飽きるまで耐えるしか。
継ぐものを受け継いで。月2万で楽に暮らす。そうだネット恋愛の。彼女とはどうなった？無言の彼女に聞く。なんだ部下の私生活に。興味あるのと白い目。白慶は心の傷だ。話したくない。興味ないけどね。白慶は評判いいけど。あなたと合わない。酸っぱいぶどうだ。冷笑して語気が和らぐ。仕事を辞め彼女を見る。味わわなきゃわからない。砂糖でもつけて噛む。聞いただけで終われない。彼女は驚いた。情報が違うのか。本当に付き合ってるの。眉を潜め口調が変わる。心配と不安が混じる。田中翔は答えず。ショート動画を見始めた。嬉しそうに笑ってる。彼女はなぜか苛立った。夏目を洗って食べたい。冷たく言われた。ちょうどエッチな動画で。興奮してたところだ。その言葉にスマホを落とし。飛び上がった。どうしたのと彼女も。驚いた。本気か俺は軽くない。やっぱり下心あったか。無理だ絶対無理。ソファでだらりと横たわる。セクシーな曲線が。白い太ももが枕に。シャツのボタンが一つ。肌が見え美しい。冷たい顔なのに妖艶だ。田中翔は本気で怖い。一時より一生だ。青春時代ならともかく。今の彼女は対象外。想像で満足しとけ。佐藤健の言葉を思い出す。口だけの勇者だ。何言ってるのと。彼女は不思議そう。田中翔は警戒して。後ろに下がった。シャワーを浴びろと。洗ってるだけだ。冷蔵庫から青夏目を出して洗い始めた。それを見て心臓がドキッとした。余計なこと考えたと。気づき気まずくなる。地下室を掘りたい。エッチな動画は控えよう。心に誓った。佐藤健から電話だ。息子からだ遠慮なく。彼女の前で出た。写真見たか明日。時間あるかこの嫁。いいと思うぞ。でかい声で話す。なんだ意味不明。前に身分の合う相手を。探してたろ見つけた。独身女子を探しまくった。やっと一人見つけた。隣で聞いてた彼女は。眉を潜めた。そういえばそんな話を。鍋屋のごしろ系と。話した時に言った。身分の合う人と平凡に。息子が覚えてた。さすがパパだと感動。前に白慶がいただろ。ネット恋愛は破局したか。高嶺の花はやめとけ。うちの事務員だ。両親離婚で気楽だ。君が孤児と知って。義理の親不要で喜んだ。ぴったりだ明日会え。電話の向こうで喋る。田中翔も真剣に聞く。身分相応の相手を探してたんだと。白慶との恋愛も平坦で自然だった。今の話に心動いた。口だけじゃなく本気だ。佐藤健に了承した。電話を切った。顔を上げると彼女の凍った顔がそこに冷気を放ってる。どうしたと驚いて後ろに下がる。身分相応ね白慶とは付き合ってないの。冷笑を浮かべる。冗談彼女なんかよりネットの嫁が最高だ。恋愛せずにみんな嫁だ。好きに楽しむのがいい。平然と言い張る。必死にごまかす。そう長くやりとりして。感情はないの。今更見合いするの。クズ男ね。ネットで愛人と呼び。他と付き合う二枚舌。この状況を皮肉る。社長ドラマの見過ぎ。暗に満線のことを言う。でもその名前は出したくない。2ヶ月の恋愛は内緒だ。もう終わった話だ。明日は出勤だ。冷笑して仕事に戻る。明日は土曜日だ。先週の配達で疲れた。休みたかった。すぐ荷物をまとめて。ここに引っ越せ。顔も上げず命令。なんですって驚く。特女として生活面も。担当しろ必要な時に。
すぐ対応できるように。言いながら心臓がドキドキした。顔を伏せ平常を装う。そんな条項あったか。聞いてない怒る。売春契約と覚悟はしてたが生活面までとは。月2万は安くない。契約書を再送させる。平然と答える。畜生ふざけんな。やめる頭が痛い。会社でコーヒーを入れ。サボって月2万なら。我慢できるが。生活の世話までとは。白紙黒字みこぜ前。書面で申し出ろ。違約金は払えるならね。冷たく一別し。口元がほんのり笑う。田中翔は怒りを飲み込み。深呼吸した。甘かった世の中。罠ばかりだ。社長さっきは言い過ぎた。落ち着いて話そう。熱くなりました。同じクラスだったのに。聞き流してください。成績は背より低かった。文化人の仕事は無理。役に立てませんし。営業畑で秘書なんて。迷惑かけるだけ。必死に謙遜する。後悔してる。金に目がくらんだ。周秘書の笑顔が。今は刃物に見える。こっちが切られてる。仕事は心配いらない。生活面だけ面倒見て。聞く耳もたない。有能な秘書なら。いくらでもいる。天が崩れた。社長私は超人じゃない。特技もないし。非力でこの時計より。安い命です。泣きそうな顔で。彼女の腕時計を指す。高そうだ。今まで運だけで。生きてきた。何の神様を怒らせた。様子見だよと。彼女はこっそり笑う。ああもうダメだ。ソファに倒れ込む。3日耐えれば楽になる。と思ったのに。金の誘惑に負けた。悔しいが冷静に。考えたら悪くない。彼女がくれる額は。大きい。まだ時間ある。荷物をまとめてこい。車の鍵を投げる。引っ越さなくても。家賃払ったばかり。怯えて聞く。冷たい目で見られ。脅しを感じた。外に出て愚痴りながら。地下駐車場へ。共助め。金持ちは偉いのかよ。医者に行けクソ。若いのに悪いことを覚え。駐車場に着き。車のドアを開けると。黒いベンツが急停車。刺さるブレーキ音。驚いてみると。窓が下がり満線の顔。彼女を見て思い出す。このマンションに住んでた。いつか金を渡して。追い出してくれるのを願う。考えてみれば。男女二人で暮らす。まさか彼女とそういうことに。頭を振って否定。幽霊なら信じるが。彼女が興味あるとは思わない。好きな奴は北三巻まで並ぶ。鈴木大樹みたいな御曹司も。自分は何の取り柄もない。金持ちにもケチがいる。前は3日で50万。演技が足りなかったか。高すぎると思い直し。月2万で特助にした。そうに違いない。畜生やっぱり悪人だ。そろばんで家の窓を割る。気づき怒りが爆発。金持ちの醜い本性だ。彼が去った後。黒いワゴン車が止まる。白慶は窓から。田中翔の踊る動画と。見比べている。場所を確認し古い団地。目を輝かせ。笑みを浮かべる。聞いてきてと。大姉がスタッフに指示。二人が車を出る。動画の切り抜きを持ち。団地へ向かう。一方マンションに戻り。エレベーターを出ると。彼女が集団と出てきた。廊下でスーツケースを。持った彼を見て。彼女の目が周秘書に。向いてるのに気づく。不機嫌そうだ。高徳助と周秘書が。気づき驚いた。まさかここで会うとは。スーツケースに目をやり。困惑した表情。一瞬で状況を飲み込む。周りの者も不思議そうに。田中翔を見る。なぜ社長の家の前に。この男が。パスワードは送る。冷たくいいエレベーターへ。
みんな慌てて続く。一人部屋に入り違和感。見学しようと思ったが、カメラに気づきやめる。触ったら何言われるか。暇なのでソファに寝転び、ジュースを飲み動画を見る。自分の家より何倍も快適だ。このソファだけでも、ベッドより寝心地いい。いつの間にか寝てた。子供の歌で起こされる。もう夜の12時だ。知らない番号に。迷いながら出た。社長が酔いました。迎えに来てください。周秘書の声だ。今から冗談だろ。夜中に迎えに行けるか。社長が機嫌よくて。止められません。俺に止められるのか。好きに飲ませろ。機嫌がいいなら飲め。酔うのもいいことだ。住所を送りました。早く来てください。社長は飲めないと。一方的に切られた。すぐに住所が届く。面倒だが仕方なく。上着を着て出かけた。高級カラオケの前で。スーツの男がタバコを吸う。怪しまれて止められた。なんだと若い男が。腕をつかみ怒鳴る。人を探すと冷たく返す。いない帰れと。全身百元以下と見て。舐めた態度だ。中に入ろうとすると。金縁メガネの男が止める。ここに何があるかわかってる。軽蔑の目で見る。周りも笑い出す。金目当ての貧乏人と。入れやしない。笑いすぎだろお前ら。慌てずに返す。なんて言ったと怒る。鏡を見ろそのまま。軽蔑の目で見返す。若造が吠えるな。酒の勢いで近づく。お前は暇だな。噴射にまで手を出す。礼章を返すと相手が。殴りかかってきた。身をかわし一発かます。パーンと音が響く。若者は呆然酔いも覚めた。周りも驚き絶句。名将と慌てて駆け寄る。口から血が出てる。怒りでゴミ箱をつかむ。バカな金持ちは。喧嘩ばかりだ。足で顔にスタンプを。押そうとした瞬間。ドアが開いた。メガネの男が出てくる。その後ろにも顔見知り。周秘書もいる。秋信何してる。一声で若者の酒が冷める。兄貴この貧乏人が。俺を殴ったと。そうだ名将を殴った。周りが口を揃える。あなたかとメガネの男。驚いてみる。田中将はにやり。お前の父ちゃん。結婚して何年も。子供がいないと心配だ。困ったら言え。子孫繁栄は兄弟の力だ。周りが一斉に青ざめる。奥の連中は黙り込む。前に言い足りなかった。いい機会だから。全員に喧嘩売って。怒らせてクビになろう。そう思い実行する。メガネの男は呆然。周りも凍りつく。誰も口を出せない。このクソ野郎。ぶっ殺してやる。ゴミ箱を振りかざす。待ってと周秘書の声。みんなが振り返る。道が開ける。彼女の冷たい目と合う。お前行くのか。ソファの彼女に指差し。周りは息を飲む。さっきの罵倒もすごかったが。今度は彼女に命令だ。正気かあの人に。直視すらできない。古の進化のように。全員が死刑を確信。しかし彼女は立ち上がり。無表情で歩いてきた。空気が凍る。短い距離が長く感じ。みんなが息を殺す。社長落ち着いて。この気違いを片付けます。ハゲた男が名乗り出る。行こうと彼女が。彼の前に来てうなずく。そのまま歩き去る。三冠が崩れる音。田中将も一瞬戸惑う。あれだけ騒いだのに。周秘書が感謝の目で。うなずいて後を追う。どうした早く来い。彼女が振り返る。周りの驚きの目の中。田中将はさらに火をつけることにした。自由のために死ぬ気だ。彼が俺を殴った。秋信を指さし被害者面。秋信は目を見開く。おいおいお前が殴った。
クソを塗るな。謝れと冷たく彼女。秋心を見る。周りが息を飲む。さっきまで酒を交わしてた。今は完全な他人だ。でも連絡先を知る者だけが。田中翔を知ってる。他の者には、通名できない。なんと秋心は。まだ理解できない。ビンタが飛ぶ。もう片方の方を。謝れと怒鳴られ。しぶしぶ田中翔に謝る。声が小さく聞こえない。もう一度謝らされる。目に涙が浮かぶ。生まれて初めての屈辱。誠意がないと突き放す。ちらりと彼女を見る。早く怒ってくれ。ここで立ち往生かよ。出てきて叱れよ。俺の小物ぶりを見ろ。秋心は泣き出した。兄に睨まれ言い返せない。すみません酔ってました。失礼しました。周りは驚きの目で。田中翔を見る。秋谷ですら頭が上がらない。彼女も従順だ。この男の正体は。よし聞こえがいい。トイレの後口吹いたか。満足げにうなずく。後半でさらに侮辱。秋心は怒りに震える。今にも殴りかかりそう。倒れて金をせびろう。人徳を完全に。潰すつもりだった。しかしメガネの男は。肩を叩いて言う。田中翔そろそろいいだろ。穏やかな口調に。困惑する。みんなどうしておかしい。俺の小物ぶりは。通じないのか。弟は謝ったもういいだろ。みんなの前で頭を回す。絶好のチャンスだ。逃せない。もっと強くいこう。汚い言葉以外。話すことない。鋭くみんなを見渡し。心の中で叫ぶ。出てこいよカスども。人説が無駄になる。果たして彼の目に。触れた連中は。みんな怒りで目を向く。そのままじっと。睨み返す。メガネの男は青筋を立てる。その顔だその顔。失望させるな。心の中で期待。怒りで本性を出せ。完全にイメージを壊せ。そして彼女に処分されろ。また外れた。凶悪な顔をしてるが。誰も出てこない。もういい加減に。彼女が近づいてくる。田中翔は頭が痛い。腕をつかまれ他に。連れて行かれる。外にマイバッハが。前後に車がいる。用心棒が囲む。ドアを開けられ。黙って乗る。乗れと冷たい声。振り返り会所を見る。誰か出てこないか。待ったが見送りだけ。誰も来なかった。ため息をつく。こいつらは頼りにならない。自分で何とかするしか。チャンスを生かし。彼女を怒らせ。クビになろう。N+1 をもらって解放だ。そう思うと急いで乗る。車内に木の香りと酒の匂い。嫌そうに顔をしかめる。酒のせいで頬が赤い。柔らかな照明で。冷たい顔が優しく見える。何見てるの？視線に気づき身を動かす。毎日夜の街を。うろついてる。いつか黄色い髪のドキュンに。やられるぞ。真面目な口調で。親のように叱る。怒るのを待ったが。彼女は一瞬驚き。すぐに微笑んだ。魅力的な目を。パチパチさせた。何笑ってる。心が慌てる。脚本と違う。高嶺の花は束縛を嫌う。ネット小説はそうだ。だから怒鳴ったのか。気にしてない様子。話がおかしい。何か誤解してる。小声で探る。ただ死にたいだけなのに。何か甘いムードに。幼馴染や同級生で。付き合いがある。うちと取引もある。シートに寄りかかり。じっと見つめられる。気持ち悪い。説明しなくていい。窓の外の夜景を見て。先行きが不安だ。家に月車を降り。風に当たって酔いが回る。よろよろと歩く。ソファに大の字に寝る。太ももと腰が生めかしい。胸の起伏に唾を飲む。
不適切な想像をする。理性が勝った。彼女に手を出すな。明日海に沈められる。酔いざましを作り、眉を潜める彼女。どんな偽物を飲んだ。愚痴りながら首を支え、スープを飲ませようと。その時酔った彼女が、いきなり首を抱き、引き寄せられ、その上に倒れる。片手でスープを持ち、支えがなくて覆いかぶさる。体温と息遣い感じ。顔が真っ赤に。胸が柔らかい。思わず手を引くと。何かに当たった。丸くて感触がいい。と彼女が。甘い声を出す。まずいところに。手が触れてた。思わず揉んでみる。彼女がかすかに眉を潜める。すみませんと言いかけて。彼女は反応なし。すまんといたずらな笑み。チャンス到来。まさかこんな感触とは。動くなと心の中で。2回揉んで。電流が走り正気に戻る。すぐに手を止める。この豆腐は食えぬ。眠そうな声で言われる。動いてないと慌てる。冷や汗が出る。動くなと彼女は。目を閉じたまま。夢の中のようだ。めいめい動いてない。下腹部を見て。何か気づき急に立ち上がる。心臓がバクバク。彼女にぶつかったと気づく。顔が熱い。頬を叩いて冷静になる。彼女はまだ眠ってる。唇がかすかに動く。敏感肌らしい。毛布をかけてやる。綺麗な姿にため息。金持ちで綺麗なんて。浴場させる。翌朝彼女が目覚める。隣の椅子で眠る。田中翔を見る。まだぼんやりしてる。頭が痛そうだ。昨夜は飲みすぎた。出るときは良かったが。車で夜風に当たり。酔いつぶれた。机の冷めたスープを見て。